皆さんこんにちは。今日の動画では日本での車の運転について勉強しましょう。今日は自分が運転をしていると思ってください。運転しながら運転のルールと運転に関係する言葉を勉強します。カタカナ語がたくさん出てきます。音をよく聞いてカタカナ語をカタカナで発音する練習もしてみてください。そうすると自然な日本語に聞こえます。まずは車に乗ります。今日皆さんが乗るのは運転席です。隣は助手席と言います。これはブレーキです。こっちはアクセルと言います。ブレーキを踏みながらエンジンをかけます。これはハンドルと言います。ハンドルを右に回すことをハンドルを右に切ると言います。これは左に切るです。車に乗るときはシートベルトをします。後ろの席の人もシートベルトをしないといけません。6歳より小さい子供がいるときはチャイルドシートに乗せます。では出発しましょう。紅葉がきれいですね。でも周りの景色を見ていてはいけません。運転に集中しましょう。日本では車は左側通行です。皆さんの住んでいる場所ではどっちですか？もし右側通行だったら日本と反対ですね。今日は自分が左側を運転していると思ってください。信号の下に歩車分離式と書いてあります。この場合、渡る人と車は別の時間に動きます。つまり、人が渡っている間、すべての車は止まっています。なので、人はどの方向にも渡ることができます。駐車場に入ります。駐車場ではバック駐車をすることが多いです。特にこのタイプの駐車場だとバック駐車をする人がほとんどです。駐車場代を払うとき、現金しか使えないことがよくあります。自転車を追い越すときは気をつけます。この信号の先は一方通行です。これが一方通行のマークです。一方通行のことをよく一通と言います。このマークはこの先入ってはいけないというマークです。マークの下に二輪軽車両を除くと書いてあります。二輪というのはタイヤが2つの乗り物です。でもここではバイクやオートバイのことです。また軽車両というのはエンジンのない乗り物のことです。例えば自転車などがそうです。
何々を除くは何々以外ということなので、自転車やバイクは入ってもいいということです。では、今から高速道路に行きましょう。前の車が左にウインカーを出しました。この車は右にウインカーを出しています。信号が赤から青になりました。信号の緑のことは青と言います。道路の左端に書いてある青い矢印のようなマークは見えますか？これは自転車が走る場所という意味です。日本の自転車の走る道は結構危なそうなところが多いです。今、緑色の右折のマークが出ました。右折というのは右に曲がることです。左に曲がることは左折と言います。運転の時は右折と左折をよく使います。こういうのを標識と言います。ちょっとこの2つの標識を見てください。意味はわかりますか？ここに通行禁止、大型等、マイクロを除くとあります。通行禁止は通ってはいけないという意味です。大型等というのは大型トラックや大型のバスのことです。マイクロを除くというのはマイクロバスなどは通ってもいいということです。数字の7から9は朝の7時から9時のこと。16から18は午後4時から6時のことです。つまり朝の7時から9時と夕方4時から6時の間は大型のバスなどはまっすぐ行ってくださいということです。ここで左折してはいけないという意味です。日本では時間を書くときに24までの数字をよく使います。その場合、12はお昼の12時です。そして13が午後1時、14が午後2時、24が夜中の12時です。では問題です。25時は何時のことでしょうか？答えは夜中の1時です。前の日からの続きの夜中と言いたいときに25時という書き方をします。自転車の人がいます。ここはずっと坂道なので自転車を漕ぐのが大変そうです。自転車に乗って右と左の足を動かすことを自転車を漕ぐと言います。漕ぐはボートを漕ぐという時にも使います。左折します。青い看板は道を案内してくれるものです。緑の部分は高速道路の案内です。つまり緑が出てきたら高速道路に関係するということがわかります。高速道路は高速と言います。
なんて書いてありますか？高速入り口です。こっちはなんて書いてありますか？この先、合流注意です。この先、車が合流してくるので見てみましょう。これです。この車が合流してきました。ETC 専用と書いてあります。ETC がない人はこちらの一般に行きます。ETC を使っていると料金所で止まる必要がありません。ETC がない場合は一度止まってチケットを取ります。なので高速に乗るなら ETC が便利です。今から合流します。今合流しました。目の前に薄く富士山が見えます。今私たちが走っている場所は車線と言います。私たちは今左側車線を走っています。車が合流してきたので右側の車線に移動します。そして車を追い越した後、また左側の車線に戻ります。P はパーキングです。コーヒーカップが書いてありますね。休憩ができる場所です。今は休憩する必要がないので、まっすぐ行きます。道路に文字が書いてあります。私たちがいるのは走行車線です。右には追い越し車線と書いてあります。基本的には左側の走行車線を走ります。追い越すときだけ右側の追い越し車線に行って追い越します。出口の名前の上に ETC 専用と書いてあります。この場合、この出口では ETC がないと出られません。そういう場所もいくつかあります。バスというカタカナが見えますか？この先にバスの停留所があるようです。ここですね。ところで、チャンネルのメンバーシップを始めました。入ってくれた人は、スクリプトの振り仮名付きの PDF がダウンロードできます。また、冒険と旅仲間に入ってくれた人は、月に1本か2本、特別な動画が見れます。このチャンネルを応援してもいいよっていう人は、ぜひ入ってください。トンネルに入ります。トンネルの中ではヘッドライトをつけます。もうすぐジャンクションです。私たちは河口湖の方に行きます。まずここで左に行きます。この先、標識を見ながらどちらに行くか考えてください。どっちですか？こっちですね。ここから左側の白い線がオレンジ色になりました。オレンジ色の場所では車線の変更をしてはいけません。なので私たちはこのまま右側車線を行きます。ここもずっとオレンジ色です。トンネルを出た後、オレンジの線が白くなりました。
この先は車線変更しても大丈夫です。この先にまた ETC 専用の出口があるようです。河口湖に近づいてきたので、富士山が大きく見えます。富士山の裾野がきれいに見えます。ここの左手側はサッカーのグラウンドです。高速道路のすぐ横にグラウンドがあってびっくりしました。富士急ハイランドが見えてきました。富士急ハイランドには怖い乗り物がたくさんあります。そういうのが大好きな人に大人気の遊園地です。私はそういうのが苦手なので、もう行かないと思います。出口、河口湖と書いてあります。ここで高速を降ります。料金所を通ります。料金所を通るときはゆっくり進みます。ETC がない場合は、こちらの一般という方でお金を払います。河口湖と書いてある方に行きます。この先、左折するので、左側のレーンに行きます。車線のことをレーンとも言います。道路に止まれと書いてあります。止まれと書いてあったときには、一時停止をします。一時停止というのは、一度止まってから進むことです。普通の車の場合、一時停止をしないで警察に捕まったとき、罰金は7000円です。私は一時停止をしなかったことで4回捕まったことがあります。そのうち3回は同じ場所で捕まりました。今はしっかり一時停止をしているので捕まらないと思います。ここの道路もセンターラインがオレンジです。つまり追い越しをしてはいけません。ここまでと書いてあるので、この先は追い越しても OK なんだと思います。右のローソンに観光客がたくさんいます。ここに人がたくさん集まっている理由は、この富士山です。ここはローソンと富士山が一緒に撮れる場所として人気があります。はい、では今日の動画はここまでです。メンバーシップに入ってくださった方のお名前を言います。読み方が間違っていたら教えてください。シャールトン・ローさん、リマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、ネクスティック・プロダクションズさん、ホルヘ・アセンシオンさん、コウ・エイケイさん、リーチン・ワンさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、ヨンゴク・キムさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレーンさん、サウンドビジョン NW さん、ケイラ・ブレイジーさん、デイドさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダー・ジェムさん、ニコール・ツォーさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございました。とっても励みになります。嬉しいです。それからスーパーサンクスをくださったメラニーさん、オルター・エーデケンスさん、クオン・スンヘンさん、ブルースさん、ありがとうございました。本当に感謝しております。最後にコメントの質問に一つ答えます。先週の動画で三毛猫について説明しました。その三毛猫についての質問です。Why do they call it Mike if the meat means three? Shouldn't they call it a sankeneko? Great question. In Japanese, we actually have another old way of counting besides 123. It's he, who, me, and in that system, mi means 3. That's why we call it mikeneko. The mi comes from this older counting method. Hope that makes sense.
For everyone watching separately from the membership, I also have a subscription course. I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I want you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. Have a great day. See you in the next video. またね。新しいドア開こう